はい、ということでとっても遅くなりましたが、ロッキンの感想を喋っていきたいと思います。いや、もう分かってますよ。こんな時期にロッキンの感想を出す人なんかいないし、今頃ロッキンの感想を聞きたい人もいないだろうと思うんですけど、もうね、自分でもこんなに長い間動画が撮れないとちょっと思ってなくって、ちょっと迷ったんですけど、やっぱり動画にしたいなと思って喋らせてください。めっちゃ楽しかったんですよ。私今回友達とね参戦したんですけど、ロッキンの初日と、あとはハロプロのメンバーがたくさん出演した最終日の2日間行ってきました。もう2日間とも本当に楽しくて、やっぱりフェスって最高だなって、いい夏の思い出ができたと思って、すごく楽しいフェスでした。この動画見てくれてる人はほぼハロプロのね話が聞きたい方だと思うので、今回ちょっととりあえず初日の話は置いといて、最終日の話にフォーカスして喋りたいと思います。はい、ということでロッキン最終日8月13日ですね。この日は、なんといってもハロプロがたくさん出演するということと、プラスアンジュルムがトップバッターなので、もちろん朝からこの T シャツを着て朝からね参戦しようということで、友達と一緒に電車で向かっていました。友達はアイドル自体あんまり見ないし、ハロプロも、モーニング娘。ならちょっと知ってるけどほとんど知らないということで、アンジュルムに関してはね全然知らないぐらいの感じだったんですね。で、私の推しのリカコちゃんはこの子だよみたいな感じで写真とかを見せながら会場に向かってたんですけど、そしたら、ここでねちょっと1個目のハプニングがありまして、電車を間違えたんですよ、私たちで。途中で気づいた時にはもう時すぐに遅しで乗り換えをして向かったんですけど、もしかしたらアンジュルムスタート間に合わないんじゃないかってなったんです。で、会場まではもうとにかく早歩き早足で向かったんですけど、会場着いてそこからグラスステージまで結構距離があるんですよ。もうそこでもう間に合わないかもしれないってなった時に、友達が走ってくれて、もうあと3分あと1分みたいな感じで2人でダッシュしながらもう友達全然アンジュルムのファンとかじゃないのに、もう本当に私のためにね走ってくれて、朝から本当ありがとう、そしてごめんと思いながらだったんですけど、そのおかげで、無事にアンジュの登場よりちょっと前に本当に滑り込みセーフステージ前に到着して、でなんとか最初から見ることができました。本当よかった焦りました。でもそのおかげで朝からね、長丁場なのに朝からもう体力を使って息整えながらアンジュ見るみたいなそんなスタートになっちゃったんですけど、すごい楽しかった。ちょっと今日は何組も話したいので、全然一組に時間をかけて感想は言えないのであれなんですけど、そうですね、たけちゃんがいなくなって初めてのアンジュルムのステージだったんです、私が見る。で、どういう気持ちになるかなと、ちょっとやっぱ寂しくなっちゃうかなと思ったけど、さすがアンジュというべきか、さすがフェスというべきか、すごく楽しかったっていう、最初から最後まで楽しい気持ちしかなかったので、そこは良かったなと思いました。そしてやっぱり私の推しのね佐々木里香子さんの煽りが素晴らしかったですよね、皆さん。なんかリカ子なりにその煽りをたけちゃんがいなくなった後頑張りたいっていうのはねよくコメントで言っていたので、私結構楽しみにしていた部分でもあり、それがああいう形で見れてねすごく良かったですね。なんかこうああいう盛り上げ方とかをおそらくなんか彼女はいろんなアイドル以外のアーティストとかもすごく見てるみたいだから、なんかそういうところから自分なりにこういう風に盛り上げたいなっていうのを考えてやったんじゃないかなって推測ですけど思いました。で、そうですね、神子がリーダーになって初めてのフェスということだったんですけど、今はまだその神子がこうまだリーダーっていう感じに
なんて言うんだろうな、浸透してないというか、なんか一見なんかまだ誰がリーダーなのか、こう例えば初めて見た人は多分わからないんじゃないかなっていう感じなんですけど、なんかそれもそれでよくて、カミコとカワムとリカコの3人に関してはなんか同じぐらいその3人が3人とも存在感があるっていう印象で、リカミコはまあ元からステージで目立つタイプだったと思うんですけど、ここに来てカワムのステージでの存在感の大きさがもう本当になんか爆上がり中すごいなって思いました。はい。あとその友達がこの子かわいいねって言ってきた子がいるんですけど、それはレラタンでした私とその友達はちょっとタイプが違って、私はどっちかっていうとリカコとかカミコみたいな派手なもう見た目の子に惹かれやすいんですけど、その友達は多分リカコとかちょっと派手すぎるんですよ。でレラタンが一番可愛いって言ってて、あ、分かる分かるって思って聞いてました。そして途中からモイモイとハナちゃんの2人が合流して、最後の3曲はその2人も混じってのパフォーマンスだったんですけど、途中からその合流したタイミングでやっぱりちょっとこう空気がムードがまた変わったのと、2人がすごいなんて言ったんだっけ、フェス最高みたいな言ったんですよなんかロッキーンって言ったのかな。その感じがねすごく楽しそうで可愛かったんで、なんか良かったなと思いました。はい。そして瀬戸りももう文句なしですね。やってほしかった定番曲もちゃんとやってくれたし、なんだっけ、ちょいかわも見れてすごい楽しかったです。お昼過ぎからモーニング娘。のステージが始まりました。台風が近づいてたのでちょっと雨がね心配されてたんですけど、アンジュからそのモーニング娘。あたりまでは全く雨が降らなくって、逆にめちゃくちゃ暑かったので、結構ねその友達と一緒に奥の後ろの方のちょっと木陰があるところを探して、でそこで見てまして、結構後ろの方だったんですけど、でもなんか遠くから見てもモーニング娘。の衣装が映えるすごいね、今回も可愛い衣装でしたよね。で毎回思いますけど、フェスの時の衣装が本当にフリフリで、もうアイドルっていう感じで、アンジュルムとかジュースとかとはまたねちょっと差別化があるというか、ああいう衣装はちょっとモーニング娘。ならではなので、毎回結構新鮮だしいいなと思いました。はい。逆に遠かったからステージがよく見えるというか、フォーメーションが結構ちゃんとねステージ上見えて、で顔アップになった時にモニターで見るっていう感じだったんですけど、みんなめっちゃ可愛かったですね。はい。そしてなんか今回さっき言ったように友達が全然ハロータとかじゃないので、アンジュの曲は1曲も知らなかったんですけど、モーニング娘。の今回の披露した曲ほとんど知ってたんですよ。これはあんま知らないかなって思う曲も聞いたことあるって言ってたんで、なんかやっぱりモーニング娘。は曲が強いなというか、やっぱりね歴史も長いから、それだけ有名な曲、いい曲がたくさんあるなって思って、そうやってねやっぱりフェスみたいな場だからこそ、ファンじゃない人もやっぱり知ってる曲があると楽しさが増すので、それはなんかやっぱりモーニング娘。強みだなと思いましたし、今回の瀬戸りは結構個人的にすごくいいなと思いました。はい。そして、鈴木愛理ちゃんのステージが2時半ぐらいからね、今度はヒルサイドステージというところで、本当にそんなの通りちょっと丘みたいになっているところで行われて、そっちに行ってきました。実は初愛理ちゃんでした。今回分かってはいたけど実物めちゃくちゃ可愛かったですちなみにね、この辺りからちょっと雲行きがね怪しくなってきてたんですけど、愛理ちゃんのステージには影響はなかったです。で愛理ちゃんのステージは、分かってはいたけど、やっぱり他のグループの現役の子たちのステージとまたねちょっと違ったね良さがあって、1個はやっぱりねバックバンドがいるっていいなって思いました。なんかアイドルの子でも結構ももクロとかは絶対バックバンドいるし、なんかそういうの見てるといいなって思うんですよね。
ね。なんかモーニング娘。とかアンジュルムとかジュースジュースはやっぱりね難しいのかな、人数も多いしね難しいのかな。でもバックバンドいいなってやっぱり愛理ちゃんのステージ見て思っちゃいました愛理ちゃんはこういろんな顔を持ってるじゃないですか。鈴木愛理でもあり、ボーノの曲、キュートの曲を歌うときはちゃんとキュートの鈴木愛理、ボーノの鈴木愛理になるっていうのがこう愛理ちゃんの良さであり、やっぱりそれだけ人気な曲をたくさん持ってるし、今でもなんだろうな、偏らずにすごくバランスよくそういうね昔の曲も歌ってなんかとてもバランス感のいい人だなって思ったんですけど、やっぱ楽しかったですし、でなんか新しい試みって彼女は言ってたんで、あんまり普段はしないことなんだと思うんですが、その日にロッキンに出てる他のアーティストの曲をワンコーラスぐらいですけど、短いねバージョンですけどカバーしてくれて、いやーいいもの聴けたなって思いましたね。まさかアイドルが聴けるとは思わなかったので嬉しかったですね。で最後はやっぱり初恋サイダーで締めるということで、私の友達後から聞いたら初恋サイダーだけは知ってたみたいで、でも鈴木愛理ちゃんが歌ってたというかボーノの曲だったってことは知らなかったらしくて、すごくいい曲だよねって言ってくれて、あ、そっか、誰が歌ってるか知らなくても曲がね先行して知られてるっていうのもいいよなって思いましたね。だからなんかアンジュもねそれぐらいの曲がね1個できればいいなってちょっとねどうしても思っちゃいますね。はい。で愛理ちゃんのステージが終わって、じゃあちょっと休憩がてらご飯食べようかなんて言ってたら、もうここでゲリラ豪雨が急に襲ってきまして、なんか一時避難みたいなのをみんなさせられたんですよなんかスタジアムの方に避難してくださいってなって、だからそこでちょっとね止まってしまって、フェスが一時中断しちゃって、でしばらく経ってから1時間ぐらいあったのかな、それぞれアーティストのステージが再開して、無事にね最後までフェス自体はやれることができたんですけど、もうそこですごいもう土砂降りだったんで、急な雨だったし傘も持ってたけど傘を出す前にもうめちゃくちゃ濡れてびっしょびしょになってしまったんですけど、はい、そんなのもいい思い出で、この後ジュースのステージを見れませんでしたごめんなさい。ジュースの感想をちょっと聞きたいと思ってくれた人もしいたら本当すいません。私もね本当にジュース見たかったんですよ。なんかやっと出れたねフェスロッキンではあったし、いやー見たかったんですけど、もう一組私の大好きなバウンディさんと丸かぶりしていまして、でステージもすごく遠くてどうしてもどっちかは諦めなきゃいけなかったんですよ、時間的に。ずっと好きだったけど一回もまだステージを見れたことのないバウンディの方をちょっと優先しましたはいなのでジュース諦めてちょっと見れなかったんですけど、見れた人は感想を教えてほしいなと思います。私が聞いた限りだとミフちゃんが全曲参加したということで堂々としてていいパフォーマンスだったと聞いておりますし、でその後で発表されたアーリーの卒業の発表があったので、なんかそれを聞いてしまうとやっぱりジュース見ておきたかったなっていうそういう思いもね、なくはないんですけど、でもバウンディのステージはもうそれはそれでめちゃくちゃ素晴らしかったので、今回はねこの選択でよかったかなと思っています。はい、今日はやっぱりハロータとしてハロプロのアーティストのね話をさせてもらったんですけど、他のアーティストも本当に素晴らしかったし、なんなら1日目もすごく楽しくって、もうできるなら全アーティストの感想を言いたいぐらい楽しかったです。はい、少しだけ話すと1日目も
かなり豪華なね顔ぶれでバックナンバーとか優里とかいたんですけど、私もおそらく一緒にいた友達も一番印象的だったのがゆずのステージで、やっぱすごく盛り上げ方がうまいですよ。とにかくお客さんを楽しませようっていうステージでめちゃくちゃ楽しかったですね。で最終日はバウンディがグラスステージの鳥で大鳥がもう一個のロータステージかなのYOASOBIだったんですよ。でまたそれも豪華じゃないですか。YOASOBI最後まで見て帰りたかったんですけど、さっき言ったようにちょっと中断されたことで、全て後半のアーティストが後ろ倒しになっちゃったので、私も終電とかがどうしてもあるのでYOASOBIに最後まではちょっと見ることができず、聞きながら帰るみたいな感じだったんですけど、その分YOASOBIのアイドルを愛理ちゃんがカバーしてくれたのが聞けてよかったなと思います。はい、まとめるとやっぱりフェス最高、そして声出しができるフェスはめちゃくちゃ最高でした。楽しかったです。もうとにかく体力を使うし、水分補給とか熱中症対策、日焼け対策とかね、いろいろ大変なことはあり、そしてそういうゲリラ豪雨とか途中でいろいろハプニングもあるのが野外のフェスではあるんですけど、なるべくね今後もフェスに参加し続けられるように、体力をつけていきたいなと思います。はい、ということでもう夏も終わろうとしているこの時期の感想動画にお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。